いいですね奥まで来ますよ、本当にズワーンズワーンって。パンチの後のここがあんまり動かないで下がバンとくる。倒れたのは見えるんだけど、倒れてからいつ衝撃が来るかで一瞬分からなくなっちゃう。見えないんですよね。だから嫌な感じがドーンと来た時に威力プラスその準備がこっちできてないっていう、それでのダメージは大きいんじゃないかなと思いますね。さまざまな技を体験して的確なコメントをする高石橋さん。杖物にして打つっていう船越先生がおっしゃってた。掴まれてこれ動けなくなりますよね。で一番いい角度にされた時にドン、いわゆる直角に入ってくる。おお、いい音。今では鉄の拳を持つ男として世界中から大人気。自宅トレーニング動画は再生回数850万回を超えています。18歳で空手を始めてから45年。幅広い知識と明るい人柄で黒帯ワールドの先生たちからとっても信頼されています。これやられちゃうと今度自分で視点を欲しくなって離せないんですよ。今日はタカさんの空手人生を聞いてみましょう。タカさん、最初に空手を始めたのはいつ頃ですか？僕始めたの18歳の時、なんと予備校に入って始めちゃったというバカかみたいな。予備校入って夏休みに僕空手ずっとやりたかったんですよ。本当にもうとにかくもう中学3年そのブルース・リーでもう人生変わっちゃった人間の一人ですから、で空手やりたいと思っても最初は怖くてできなかったんですやっぱり。全然その運動の経験もなかったし、ただブルース・リーはかっこいいなと思ってたんで、やってたらうちのおふくろが、その新宿区空手道教室っていうその新宿の区法を見つけて、あんたこんなのやってるわよって言って、で土曜日1回だけだったんですよ。でうちのおふくろも予備校生だったけども、まあ土曜1回ぐらいだったらその気晴らしになっていいんじゃないって勧めてくれて。それがきっかけですよ。で本当はその空手道教室でもともとそこ少林寺流健康館っていうスーパーセーフを作られた久高先生という方がいらっしゃって、そこの指導員の僕本当に瀬能先生っていうもう本当僕の一番最初の恩師が教えてくれてたその教室なんですけど、そこで本当にもうこんなに空手ってすごくって面白いものだなっていうのを。予備校の時にお母さんもなんかこの子運動させないとダメになると思ったんですか？どうなんですよ。とにかくブルース・リーが好きだっていうのは、ね、もううちのおふくろもよく知ってたんで。じゃあ最初の流派というのは何流派？少林寺流健康館っていうその防具付き空手の流派だって僕全然知らなかったです。少林寺流健康館。はい。でもそこ2年か3年ぐらいだったのかな。で大学入って少ししてから教わってた先生がちょっとこう出られて会を、これで一応なんとですね国際松濤館金沢博和先生の、一支部道場として始めてでそこで一応松濤館流になったんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。でもともとだから金沢先生も1回か2回ぐらいお会いというか本当にご挨拶だけもう押すって言ったらおーすって言ってくれて今で覚えてますよ。本当にもう優しい笑顔でもうねかっこいい先生が僕は押すって言ったらおーすって言ってくれてちょっとねなんだろう独特なハスキーな感じで、でそこでそれこそなんだろう太極初段とか平安初段とか2段3段4段とか抜粋とかそういうのを一応やり始めて、で国際手術のちょっと試合にも出たりもしたんですけど、もう1回戦負けで国際松濤館やってって、それから
ちょっといろんなことがあってそこの会がなくなっちゃったんですよ。その支部道場としてやってた会がなくなって、そしたら同じ松濤館流のその新宿でやられてた僕の本当に恩師の一人で佐原武先生っていう方がいらっしゃって、で当時はその日本空手道昇進会という松に進むの会ですね。森本進先生というその自衛隊のあとはもう全空連を作られたそのお一人の先生がいらっしゃって、でその先生の会が日本空手道昇進会という松濤館流だったんですけど、でそこで、ずっと本当にそれこそ十何年か14年か5年ですかねやってて、でいろんなその全空連のそのいろんなその公認団員を取らせてもらったりとか、その審判だとかその指導員の資格だとかいろんなの取らせてもらって。おいくつぐらいちょうど30前後ぐらいじゃなかったですかね、きっと。じゃあ30代はそういう。そうですね、ほとんど30代は松濤館流ですね。本当に伝統からってずっと本当にちゃんと基本を教わって、だから自衛隊系のその松濤館の空手だったんで、割と本当一本勝負と、で指導員も全部自衛隊の先生で結構強い先生多かったですね。でそこで引っ越したんですよ、僕。引っ越した。お引っ越しをして、そしたらそこの道場とちょっと縁遠くなっちゃったっていうんですかね、ちょっとなかなか行けなくなったんで、と思ってたらフルコンの空手がすぐ近くにあって、で40歳になった時かな、確か40になってからじゃないですかね。やっぱり僕の世代っていうのはやっぱり空手若い時代とか、やっぱああいうねその直接打撃性の空手やっぱりやんなきゃいけないよねっていうずっとあって、コンプレックスもあったんでしょうね。やっぱりその寸止めって呼ばれるの嫌だったし、でそれをちょうど近所でそのオープンして間もないところがあったんですよ。でちょっと覗きに行ったらなんかまだやっぱりその黄色い帯だとかオレンジだとか、割とそのね、始めたばかりの方が多かったんで、これならどうかなと思って、でこんにちはって言ったら、もうよく来たよってでやりましょうって言ってくれて、でそこでお会いしたのがその児玉秀人先生っていう、後にその蔵元塾の先生になられるんですけど、その児玉先生からずっとその、いわゆる極真空手なのかな、そのベースは。であとはもともとそこの先生がその剛柔流の先生だったんで、ちゃんとその型もやるし、児玉先生からその組手だとか、やっぱりそういうフルコンのその基本をちゃんと教わって、それここは10年ですね、ちょうど10年で極真の試合も、極真の試合っていうのも壮年部ですけどねちゃんとガードしてみんなサラリーマンだったからでそういう試合も何回かも出て。でそこでちょうど10年したところで僕。ということは30代は松濤館流、そうですね、40代はフルコンタクト空手だったんですね。10年ごとにそうちょうどそうですね。50代はそれでちょうど50代になったらその児玉先生がその道場出られて、その蔵元塾の先生になられたんで、それでさっきのその御神武道塾っていうのを立ち上げられて、で僕も立ち上げのメンバーだったんで、そこでやっぱりこの V 鍛錬と、あとはそのついたり蹴ったりだけじゃなくて、いろんなその関節技とかいろんなこういうのを教わったんだけど、僕すいません全然身についてなくて、もう本当ごめんなさいいろんなあと受け身だとかそういうのもそこで教わって。御神武道塾っていうのは、いわゆる空手、空手をベースにしつつ、いろんなその本当のそのルールにとらわれない身を守るための技術をその習得するっていう、そこでやっぱりこれを出会っちゃったもんで、で蔵元塾って今もやられてると思うんですけど、年末に忘年演舞会っていう品川の方のホテルでいろんなその先生方が集まって、蔵元塾の先生方が集まって、もうあれですよ、確かに6センチぐらいのこんなこれをこの下段で折っちゃったりとか、あとはそれこそ金属バットをこれを曲げちゃったりとか、それこそもう僕が見に行ってた時はそれヤシの実ですよなんだそれですよね、ヤシの実割ってあってとか、そういう人たちの集まりだったんで、僕もちょっと少しはやんなきゃいけないなと思って。なるほど。でずっとその50直前49ぐらいでしたっけ、あれそのハイキックガールっていうね、西さんの映画にちょっとお手伝いをさせてもらった時に、その中達也先生と知り合いに知り合うことができて、で
中先生と教わりたいな教わりたいなと思ってるけど、一応まだ御神武道塾でずっとやってたんで、やってたんですけど、この3年前ですかね、その中先生が当時は浦和の読売カルチャーっていうカルチャーセンターで、もうだって最初数名ですよ、数名がその世界の中達也先生に襲われるっていうんで、僕たまたま曜日があったんで、うわ行けって言って、である日行って「こんにちは」って言ったら「石橋さんどうしたんですか?」って言ったら「いや襲われに来ました」って言って、でそこで中先生と中澤先生がその教わってる教室に通い出して、週1回ですけども、今も続いてたもう3年ちょいぐらいなのかな。石橋さんはその空手武道歴30年ぐらいやったの？いやもう44年40年近くやって中先生のところにまた白帯から入ったの？そうですもちろんだから全部あれですよ、なんだっけ、一番最初のその国際勝闘館の先生からも一応黒帯はいただいたんですけど、次のその佐原先生の勝闘館の時も一応やっぱり白帯から始めて、毎回白帯リセット、すごいな、リセットして、それからそのフルコンの道場行く時ももちろんね、その佐原先生から黒帯いただいてたけど、やっぱり白帯で始めて「こんにちは」ですよ。じゃあいろんなリーダーの黒帯持ってんだ。そういう意味じゃ、後でお見せしましょうか。でもあれですよ、なんかちょっとかじってはこっち、かじってはこっち、かじってはこっちみたいな大したことないですよ。で現在は中先生のその読売カルチャーにもまだ通いつつ、そうですね、で空手の先生もやられてるんですね。そうです。もうスポーツクラブのそのお子さんの空手道教室のその指導員っていうことですね。何その夢のようなだから本当防具の空手も経験したし、もちろん試合も出ましたしね、そういう防具の空手もやったし、そのいわゆる伝統空手小東館でしたけど、そういう伝統空手のそのルールもやりましたし、それからフルコンタクトの空手も一応とりあえずやりましたしみたいな、いろんなのは経験はそれなりにはしたので、おそらく黒帯ワールドで今ちょっとね使っていただいたりして、役に立ったのかなという気がしますね今ね。なるほど。タカさんの人生はまさにエブリワンイザヒーロー in 黒帯ワールドですね。もちろんあなたもヒーロー。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。